はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが、ちゃんと聞いている。でもあなたの姿勢はどうでしょうか？ちゃんと聞いている姿勢作れてますか？はい、今日は皆さんにちゃんと聞くための正しい姿勢3つをご紹介します。この3つができたら絶対に相手はあなたに心を開いてくれます。この以下の3つは私が今まで現場でたくさん使ってきました。絶対ぜひおすすめです。では結論からいきます。相手が心を開いてくれる姿勢3つです。まず1つ目、前のめり姿勢。そして正面を向くことです。そして2つ目です。手のひらを見せることです。そして3つ目です。ミラーリングをすることです。今日はこの3つを順番に解説していきます。そしてまた皆さんにお会いできるように今のうちにチャンネル登録とそしていいねボタンよろしくお願いします。そしてこの動画の最後の方にですね、さゆり先生の小話っていうコーナーがあります。私が日常で感じたこと、そしてちょっとした気づきをお話ししてます。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。はい、では本題に戻ります。相手が心を開いてくれる姿勢3つです。まず1つ目は前のめり姿勢、そして正面を向くことです。これ本当に大事です。そして聞きます。ちょうど相手が喋り出そうとしている時に上半身をちょっとだけ前のめりにすること、これだけであなたに関心がありますよっていうメッセージが伝わります。そして心を開いてほしい相手には正面から向き合うことがとても効果的です。ほら、映画でよく見る警察の取り調べ、あれは実は心理的な距離を縮めるための配置なんです。人はどの方向に座るかによって安心感もそして緊張感も変わるんです。この座る位置の話は結構深いので、また別の動画でお話しします。相手が心を開いてくれる姿勢3つでは、2つ目です。手のひらを見せることです。これはとてもシンプルだけどとても最強なサインなんです。相手に手のひらを見せるってことは、私はあなたの敵ではありませんよっていう無意識なメッセージなんです。特に大事なのは手のひらとそして手首の内側、これを自然に見せてください。これはね、実に海外の FBI とかの捜査官、交渉人が使う心理テクニックなんですよ。ほんでこの間ね、ちょうどネットフリックスでドキュメンタリー見てたんですよ。ほんならちょうど捜査官の人が容疑者に手のひらを見せながら話を聞いてました。でそれを私見て改めてなるほどなと思いながら見てました。相手が心を開いてくれる姿勢3つです。では3つ目、ミラーリングをすることです。これは聞いたことのある人多いかもしれないです。ミラーリングとは相手の動き、そしてリズムを自然に合わすことです。でミラーリングってミラーって鏡って意味じゃないですか。これは鏡の法則とも言われるんです。ミラーリングをするっていうのは相手の動き、そして相手の仕草、相手の声のトーン、そして話すスピードも合わすことなんです。例えば相手がこうやって喋ってたらこっちもこうやって喋るってことです。このミラーリングがなぜ効くのかって言ったら、人は自分と似てる人と一緒におったら安心できる性質があるからなんです。はい、では今日のお話をまとめます。相手が心を開いてくれる姿勢3つです。まず1つ目は前のめり姿勢、そして正面を向くことです。そして2つ目です。手のひらを見せることです。そして3つ目です。ミラーリングをすることです。はい、皆さんにここで質問です。この3つのうちにどれを一番やってみたいと思いましたか？1つ目の前のめり姿勢、2つ目の手のひらを見せる、で3つ目のミラーリングをする。ぜひコメント欄で教えてください。
ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。皆さんスマホ何使ってますか？私 iPhone 使ってるんですけど、フェイス ID ってあるじゃないですか。顔認証で開くやつで、ある日人と話しながら爆笑してたんですよ。わーって言って、ほんならその時に携帯を開けようと思ったら開かなかったんですよ。これ笑ってるからやわと思って必死に笑いを止めてこらえて開けたんですね。でまた別の日にあくびしてる時に携帯をパッて持ったんですよ。あくびしてたんですね。あーって言って、ただその時に開いたんですよ。どういうことなんですか？なんでなんですか？どういう顔してるんですか？わからなくてと思って、何かわかる方いらっしゃればぜひコメントで教えていただきたいです。以上で今日のさゆり先生の小話コーナーでした。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？最後まで見ていただいてありがとうございます。そしていいねボタンとチャンネル登録、ベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。